どうも、ベトナム在住のうちです。今回ね、この CL50 組み立てていきたいと思います。このエンジンはね、なんせ組み立てるの2回目なんでね、以前やった動画、再生リストの方ね、概要欄に貼っておきますんで、まあ興味ある方はそっちを見てください。そんで、ガスケットはね、前回使ったのと同じのを使うんですが、ヘッドガスケットだけね、これに変えようと思ってますね。結局オイル漏れしちゃったんですけども、今回ねこの表面磨いたんで、前回よりはうまくいくんじゃないかなと。前回はね、なんせこのエンジンいろんなトラブルがありすぎてね、細かいところまで見れてなかったっていうのもあるんでね。じゃあ今回もねちょっと液体ガスケットを塗ってオイル漏れ止めるしかないんで、液体ガスケットを塗って組み立てやっていきたいと思います。さあ、それじゃあね、いつものように袋に穴開けて液体ガスケット。ちなみにね、このクランクはいろいろ問題があるからこんなことしてますけどね、普通紙のガスケット入れるやつはこんなね液体ガスケットは塗らない方がいいはずです。で、液体ガスケット、こいつはね前に他の動画でも紹介しましたけど、冷蔵庫の中に入れて保管してるんでね、ここだけは固まっちゃいますけども、この上さえ取っちゃえばね、もうこれ何年前のガスケットだろう、2年とか3年とかね使い回しできるんで重宝してね冷蔵庫に入れてます。これでグニュッとね、今回は多めに塗っちゃおう。邪道だけどね。ノックピンね忘れずに。いけてるかい。ちょっと塗りすぎな気もするけどしょうがない。前回ね問題のありそうな向こう面片面だけ塗ったんですが、今回はねもう両面塗っちゃいます。ちょっとね塗りすぎた気もするけどカメラじゃ映んないのかな。これでいいでしょう。それで忘れ物はないよね。合わしちまおう。ネジは反対側からね。よいしょっと。締めるときは中心に近いところからね。まずは仮締めですけどね。さあ、じゃあ本締め。
このエンジンね、前に私が組み立ててまだ9000キロしか走ってないんですけど、ちょっとここだけね、オイルシール、オイルにじみというか怪しい感じがしたんで、取っちゃいました。なんでね、ここだけ新しいの入れます。オイルシールはね、ちゃんとホンダの純正品使います。後の作業はね、前にも撮ってるんで、撮らないで、次はね、反対側の、合わせ面のところの動画にします。これね、ここの周りの部品だけつけました。それで真ん中のとこ削りましたけどね、ここは微妙にまだちゃんとガタというのかな、動く感じですね。こっちはなんか随分動くんですけども、まあまあ最初よりはね少なくなってるはずなんで、問題はないと思います。ね、OK ですね。で、今がニュートラルか。ちょっとギアの入りをね確認していきます。と1足2足3足4足と、ちょっとねこれで助けないとダメですけど、オイル入ってないんでね、ニュートラル。まあ OK でしょう。じゃあちょっとまたこっち組み立ててね、ここも液体ガスケット使ってね、合わせていきます。これクラッチの方はねもう動画にしませんでしたが組み立てました。それでね、こっち側は本当は液体ガスケット塗りたくないんですけど、前回ねオイル漏れというかオイルにじみしてるんですよね。でこいつね、こっち側は問題なかったんですけど、問題あったのは反対側なんですよ。裏側ってことはこのエンジン側ですよね。ここをちょっと遠いけど見えるかな。前回じゃなくって以前にね溶接で直されてるんです。でこのもう映ってないけど上側もね溶接で直してあって、結局そこの場所ですよね。この上の溶接した周り、それと下の溶接してるところ、やっぱり隙間が空いてたみたいなんでね、液体ガスケット塗りたくはないけど塗っていくしかしょうがないですね。でただなんせ問題はこのケース側なんでね、このガスケットの片面だけに塗っていきます。特に例えばこことかねオイル通路なんでね、あんまり近くは塗りたくないんで、まあまあどうにかうまくね、塗っていきたいと思います。さあじゃあこれはねガスケット側に塗っていきます。なるべく外側。こんな感じでいいんじゃないかな。ちょっとここが薄い。深追い現金。いや。さあそれじゃあね、こっちカバーつけていきたいと思います。ノックピンは入ってるから、この向きですね。この向きで止めると OK ですね。こっち側はねそれなりに綺麗に平面出てるんで大丈夫だと思います。あ、1個忘れてた。ここね組んであるとテープ巻きようがないんだけども、シリコングリスをねちょっと塗っておきます。でね、オイルシール側にもここですよね。ここもね映ってないかな、塗っておきます。あ、それとね今回に関係ないけど、ここはねまっすぐここの中心に向かってね向いてないとダメです。
たまにね、間違えて組んでる人いますよね。最後にね、増し締め確認ですね。よいしょ。いや、OK かな。ちなみにね、これなんでここにトルクレンチ使わないかっていうとね、なんせもう穴がいろいろ潰れて真鍮で直してあるしね、あとはまあボルトが弱くなってんのもあるのと、これでいくと映んないかな。これが多分ね、偽物というか純正じゃないボルトなんですよ。で、このボルトとかね、規定トルクで締めようとすると、その規定値になる前に折れたりとかがあるんでね、もうしょうがないんで、全体のこのクッと締まってる感覚、もうそれを頼りにね、終わらすことにしてます。そうじゃないとトルクレンチシンチで締めていくとね、ネジ穴潰れたりボルト折れたりとかね、いろいろあるんですよ。まあこれもね OK ですね。ここはねカバーつける前に緩めておいたんで調整しておきましょうかね。右に1回転以上回して左側に重くなるまで、重くなったところから4分の1から8分の1戻しと。次ね、これシリンダー周り組み立てなんですけども、ヘッドはね一回ちょっと全部開けて掃除して中も確認しました。まあまあ問題ないですね。でタペットクリアランスも一回調整してあります。でピストンの方も掃除をしてまあまあ再利用していきます。何も変えないです。でシリンダーはねちょっとこいつかホーニングしておきたいと思います。それでね、前回のガスケットなんですけど、これセットで買ったやつでね、メタルのやつを使ってたんですが、ヘッド周りはオイル漏れしてて、一番の理由はこれですね、ゴムが切れてました。僕、外に挟んだのかなと思ったんだけども、これ、どうも中にこう入っちゃったみたいですね。ちょっと辻つけるときにね、かなりきっちり確認してはめていかなきゃいけないんですが、これなんかこんな風にねバラバラになっちゃったんですよ。なんで今回セットにこいつ入ってたんですけど、今回はねいつも私が使うこのタイプ、これにね、入れ替えて組み立てていきたいと思います。じゃあまずはホーニングだ。じゃあね、ちょっと軽くやっていきます。軽くと言いつつ危ないんでね、革手袋だけは忘れずに。これでもうちょい強い方がいいか、スプリングが。おうねこんなもんでいいんじゃない？それではね、ここの組み込みですけど、今回ねこのガスケットにもちょっと液体ガスケット塗っちゃいました。オイル漏れしてるんでね、本当はこんなところには塗りたくないんだけども、だからねピストンは本来の正しいやり方、先にねコンロットにはめてます。そうしないとこいつが剥げちゃうからね。ここのオーリングは別にずれてなかったんだよね。ね。ここら辺の精度もいろいろ問題なんだろうな。
これね、ローラーもつけてノックピンも入れてます。なんで、ガスケットをはめて、あ、また忘れてた。ここの穴は小さいんだった。ちょっとリーマーで大きくしてきます。これでいけるんじゃない？ OK ね。なんせね、今回使おうというか使ってるセットはね、全体的に品質はいいんですよ。ただ、これがね、ちょっとおかしなことになってたのと、あとこれだな。こいつがね、他のやつってここがちっちゃくってね、動くんですけども、これぴったりなんですよ。ただね、ちょっと丸くってはみ出すから、均一にね、うまく押せないとずれるんだと思うんだな。だから、ちょっとここのヘッドのはめ方をかなり気にしなきゃいけないんだね。今回ちょっとね、銅ワッシャー手に入らずアルミワッシャーです。ここの締め込みをね、多分かなり慎重にやっていかなきゃいけないんだな。これでゴムは逃げてないでしょう。まあ逃げたとしても今回のガスケットならね、一応オイルは止まってくれるはずです。少しずつね。これでいいでしょう。これね、あと細かい組み立ては動画にしないでやっていきます。それでキャブレターもね、もう動画にしないで掃除しようと思うんですが、ちょっと下だけ見ておきましょうかね。これはね、前回掃除して9000キロ走ってるのかな。ね、ちょうど1年、そんなに汚れてはないと思うんですけども。よいしょ。そうですね、別に汚れはないですが、まあまあ、動画にしないでちょっとね、なんだっけ、キャブクリーナーで掃除はしておきます。じゃあね、今日はこれで終わりにしてね、あとはもう動画にしないで全部組み立てて完成させちゃいます。次回ね、多分これをエンジンにじゃないや、車体に乗っけてね、始動させて終わりかな。じゃあ、今日はここまでです。それではまた。